太陽、おはよう。ずいぶん早いね。おはようスバル。なんか目が覚めちゃった。そわそわしちゃって。オーディションの返答期日、今日の夜だね。ライゼンのスキャンダルからもう1週間か。大変なことになっちゃったね。太陽はどうするか決めた？俺はまだ考え中。みんなはどうするんだろう。みんなも悩んでるんじゃないかな。ライゼンを信じるか、それとも見切りをつけるか。そう簡単に出せる答えじゃない。1年も一緒だったもんね。長く過ごした分、みんなで乗り越えてきたこともある。それに喧嘩だって。アグリと双葉、大丈夫かな？あれからずっと口聞いてないよね。不思議なんだけどさ、喧嘩してる双葉たちを見て、スバルが前に言ってたことを思い出したんだ。え？このオーディションは普通のオーディションじゃないかもしれないって。いや、通常のアイドル選考とは違う別の何かが見られているんじゃないかと思って。ああ、2人がぶつかったのももしかしたらそこが理由なのかなって。どういうこと？うまく言えないんだけど、アグリと双葉って全然違うよね。あ、だけどどこか同じで、でもやっぱり違うみたいな、そういうところない？なんとなくわかるかも。それって他のカラーのみんなにも言える気がしてさ。どうしたの？いや、だからこそ余計に譲れないところがあるんだね。アグリも双葉も。本当にいる。アイドルが、みんなが僕の目の前に。すごい、すごい、すごい。すぐそこで喋ってる、笑ってる、キラキラしてる。夢みたいだ。僕の方こそ、あなたたちを好きにならせてくれてありがとう。双葉、一晩中見てたの？アグリさん。その人たち、昔ライゼンにいたアイドルだっけ？はい。僕が初めて好きになったアイドルです。もう解散しましたが。そっか。双葉、どうぞ。いえ、アグリさんから。双葉は怖くないの？グランツが僕たちのこと好きじゃないって SNS で言ってたこと、あれからずっと考えてたんだ。双葉は本当に平気なのかなって、怖くないのかなって。怖くありません。僕はグランツの好きを知っていますから。よく知ってるんです。アイドルを好きでいることで怖いことに立ち向かうパワーをもらえること、ライブを楽しみに待つ特別な時間も、僕自身がそうだったので。アグリさん、この前ライブを楽しみにしてる人なんていないかもってアグリさんが言った時、僕すごく腹が立ちました。でも同じくらい悲しくて、
頭の中がぐちゃぐちゃで、怒ってるのか悲しんでるのかよくわからなくて。僕は子供の頃アイドルを好きでいることでずっと救われていたから。子供の頃？はい、病気で入院ばかりしてたんです。治療は辛いし、いつ元気になるのか本当に治るのかもわからなくて、学校にもほとんど行けないから友達もいなくて。双葉、前に喧嘩したことないって。ずっと病院にいたから。ごめんね。僕あの時嬉しいなんて言って謝らないでください。それに僕にはアイドルがいたので、ライブに行くことは難しくても映像でなら毎日会えました。キラキラ輝くアイドルを見ていると気持ちだけは元気になれたんです。いつか本当にライブに行く、そう思えば何だって頑張れました。アイドルってすごいパワーをくれるんですよ。だから僕も自分がそうしてもらえたように、たくさんの人にパワーをあげられるアイドルになりたい。双葉、そのためには皆さんなんて言って一ファンのままでいっちゃダメなんですよね。アグリさん、この前は一方的に責めたりしてすみませんでした。アグリさんだっていろんな意見を見て不安だったのに、僕自分の気持ちばかり押し付けてしまいました。グランツの好きを見てほしいって。でもそれはアイドルファンである僕の好きを認めてほしかっただけなんです。アグリさんや僕の大好きなアイドルに。だけどこんな僕のままじゃ僕が目指した本物のアイドルにはなれないから。見えない境界線なんて越えてみせます。誰かの元気になれるような本物のアイドルになるために、ファンのままの僕から今の僕から変わるんです。双葉はすごいね。本物のアイドルになるために変わるって。双葉は僕はアグリさん、一緒に練習しませんか？練習？はい、元気が出るかなって。双葉も？僕落ち込んだ時よく練習するんだ。アイドルのこと考えると楽しくなるから。わかります。クタクタになるまで踊るの。結局いつもと同じだね。元気な時も落ち込んでても。そっか、こんなに大好きだから僕。アグリさん、行きましょう。アグリさん。どうしてダンスルームに？アグリ、双葉。なんや、二人仲良う入ってきて。どうしてこんなに朝早くに？そりゃだってオーディションの行方気になるし。みんな落ち着かなくて目が覚めたみたい。そうなんだ。それよりおめえらいいとこに来た。これ見ろよ。スマホ？ SNS？ でも見りゃわかる。アグリさん、ハッシュタグビバレン候補生エール。これってグランツの僕たちへの応援メッセージ。
いつの間にかライゼンプロダクションが動いていたらしい。ライブ楽しみ、みんな嬉しい。初ライブ信じて待ってます。早く会いたい。ビバレン大好き。すごい、こんなにたくさん僕たちのこと信じて大好きって。ハグリ大丈夫？泣かないで。僕なんでずっと怖がって見ないようにしてたんだろう。こんなにたくさん。今までだって数えきれないくらいいっぱい好きをもらってたのに。ハグリさん、ごめんね。双葉はずっと教えてくれてたのに。でももう怖がったりしない。だってこうやってみんながくれた好きの気持ちは全部本当だから。はい、もし気持ちが離れていっちゃっても僕が最高のアイドルになればいいんだ。もう一回好きになってもらえるように。僕もみんなのこと大好きだから。はい、僕も大好きです。おめえら。ジンタロウも泣いてるの？だってよ。なあムグシ。やっぱりアグリと双葉は笑ってるのが似合う。本当によかった。シオン、ありがとう。双葉の美もまた一段と極まったようだな。レイさん、この前は本当にありがとうございました。何の話かは分からぬが、私の行動は常に美しいからな。礼を言われるのも当然か。はい。ちゅうかグランツのこんなメッセージ見せられたら俺らも腹くくるしかないよな。そうだね。オーディションもライブも。やっばい、めっちゃテンション上がってきた。僕はこんな泥船みたいな事務所冗談じゃないけど、まあほんの少しは参加してよかったかもしれないし、グランツも楽しみにしてるみたいだから最後まで付き合うよ。頑張ろうね、カズ。兄さん。泥船結構やん。俺らが立て直せばええだけの話やし。ああ、誰も文句が言えないくらいの圧倒的スタートやらになってやる。なろうスターに。アグリさん、生キャラメルまた作ってもいいですか？喧嘩したお詫びに。もうお詫びじゃないでしょ。仲直りしたんだから一緒に作ろう。キャラメル焦げちゃう。弱火で丁寧に混ぜてね。はい。アグリちゃんナイスコーチだね。昨夜にだって負けないよ。お、言うねー。てっか、こんなに大量に作って食べきれる？練習の差し入れにするんだ。咲夜さんも食べてくださいね。今回のはちゃんと美味しそうですし、カロリーを考えると怖いですが。双葉、前もカロリー気にしてたね。ああ、体が丈夫になってから何でも食べられるようになったのが嬉しくて、無限に食べてた時期があったんです。それですごく太ってて。そうなの？それはそれで可愛い気するけど。残念ながら踊れないわがままっぷりだったんです。なのでアイドルの DVD を見て踊ったり、
全力でダイエット頑張りました。ファンの好きは偉大だね。本当の本当にファンのグランツの好きってすごい。嬉しいことも悲しいこともいろんなことを教えてくれるんだもん。はい。ところで双葉はアイドルオタクやめちゃったの？まさか。オタクの僕も候補生の僕も僕ですから。分裂なんてできません。オタクは僕の魂でアイデンティティで生き様なんです。なるほど。じゃあさ、僕のこともまだ推してる？ちょっとだけ喧嘩しちゃったけど。それはもちろん。いえ、推しじゃありません。だって僕たち同じピンクを競い合うライバルですから。でも見てて、双葉のことも絶対僕のファンにしてみせるんだから。僕だって。稲本さん、どうしました、スバルさん。聞かないんですか？僕たちがオーディションの継続をどう決断したのか。約束の時刻は夜ですから。ですがその必要はないようですね。2人1組で担当カラーを競い合うアイドルオーディション VS アンビバレンツ。ずっと変わった選考方法だと思っていました。ですがやっと分かったんです。分かった？はい。このオーディションの狙いは自分の欠けているところをライバルから得ること。そこにあったんですね。本当にそうですか？え？スバルさん、あなたは自分に何が欠けていたのか本当に分かったのですか？